はい、どうも、ミオライダー高松です。はい、今回もね、VR 動画なので、スマートフォンから来てくれてる方は、必ず YouTube のアプリを使ってみてください。で、海外の方もね、英語字幕用意してるので、そちらを活用してもらって。で、今回もね、VR のカメラでね、山手線をチャリで一周して、それを見ていくという、企画です。で、時計回りで行きますのでね、今日の回は原宿駅から代々木駅まで約 1.5 キロ、ね、営業キロで、ということでね、まずスタート地点なんですけどね、原宿駅の竹下口のところですね。竹下通りの方の原宿駅のところからスタートします。第2回目。まずはオープニングをどうぞ。はい、第2回目始まりました。今日の回は原宿駅から代々木駅まででね、で竹下通りのとこからスタート。竹下通りといえばね、中高生に大人気のスポットですから。あと外国人の人も結構多いね。俺は全然最近行かないんだけどね、前はジャニーズの生写真とかそういうの売ってたりして、最近はなんか YouTuber グッズを勝手に作って売ってるやつがいるってね、噂になってましたけど、なんだそれはってね。で結構ね、竹下通りって言えば黒人のぼったくりが昔からあってね、もう強引に引き止めて、兄貴久しぶりみたいな、なんかそう黒人さんみたいのが初めて会ったみたいなで連れられて、なんか偽ブランドをね、売られるっていう、押し売りに近い感じで売ってくるっていうのは昔から有名でね。で竹下通りの出口、明治通りの方に出口、あっちが出口かな、あの辺にはもう昔から芸能人のスカウトの人とかはね、あの辺にいて、でやっぱ中高生とか若いね、未来の卵がいっぱいいるわけだから、そこでスカウトがしてるっていうのは昔から有名で、最近もいるのかな。でもさすがにね、キャバクラのスカウトとかはいないでしょ、あの辺は。渋谷とかいっぱいいるけど、原宿はそんなイメージないの。とりあえず若い人たちの街って感じかな。あと外国の人もやっぱそういう雑誌とかに載ってるから、やっぱね、そういうところで紹介されるとめっちゃ来るよね。原宿とか、あと秋葉原とか渋谷とかよりね、そっちの方が外国人の人多いイメージあるから、グローバルな感じの街。とりあえずね、第2回目でね、初めて見る人は、第1回目の投稿を見てほしいね。ミオライダーとは的なやつ投稿してるんで、第1回目のやつは VR ではないんだけど、このチャンネルはやっぱ海外の人に広がってほしいなって思いはあるね。でこういう信号待ちのところはね、スピーディーに行くためカットしてます。こんな感じで。しかし天気いいよね。VR だから空も見れるからね。ちょっと見てみて、空。で、ここはね、第1回目でもあったけど、明治通り。めちゃめちゃ有名。明治通りはね、ずっと行けばね、渋谷とか新宿とか池袋もつながってるから、とりあえず迷ったら明治通りに乗っとけばでかい駅着くんで。でね、今進行方向の左の方にね、今回の全体図、スタートからゴールまでの、載せてあるんでね、参考まで見てもらえたらなと。ただね、機種のスペックとか、あとは Wi-Fi 環境によってね、その見れるサイズ、画質サイズがさ、最高にできない人も結構いると思うんだよね。まだ時代が追いついてないのか、この VR っていうのは。5G とかがね、もう当たり前のように出てくれば見れるのかな、綺麗に。一応一番綺麗な画質設定で、その YouTube の設定とか2160ってやつにするとすごい綺麗なの、くっきり見えるの。でも止まっちゃうかもしれないから、1080あたりかな。1080でも地図の細かい文字はちょっと見れないかもだけど、でも時代が追いついて来てくれるはずだと思うんで、ちょっとそれを信じてね、綺麗な画質でちょっと VR 動画を上げていきたいなと思ってるんで、今後も結構ね、撮影して編集してってめちゃめちゃ時間かかるね、 VR って特に。あと細かいところも見たりしないといけないし、360度分あるんで、あとね、コンピューターもそこそこハイスペックじゃないとね、止まっちゃったりするんで、結構重たいよ VR は。今出てきたのはね、北参道駅、東京メトロの副都心線のね、北参道って駅だね。地下鉄なんで上にはないけど、
で遠くの方には NTT ドコモの代々木ビルね、ドコモの電波塔的なやつかな。結構ねでかいんだって。あの建物の上の電波塔っていうのが、そのアンテナのところまで含めてなんか240メートル地上からの建物みたいで、結構でかい建物。一番上には登れないんだけどさ、まあ、渋谷にもねでっかいのあったけど、スクランブルスクエアっていうあれはもう屋上の展望台まで行けるんで2000円ぐらいかな、大人で当日券で。でね、今からくぐる上のでっかい道ね、これ首都高速4号線新宿線の高速道路ねを今くぐってます。でもね、首都高速ね平日はめちゃめちゃ混むからね、あんま乗らないんだよね。日曜の朝とかめちゃくちゃ空いてるからね、まあ、バイクとかでね撮影もしに行くんだけど、やっぱ狙い目は日曜の朝かな。渋滞してたらね絵になんないからね、そういった意味では。でもね、これ前回もね言ったんだけどね、まあお店の中でね撮影してるとかじゃないんで、そんなガチガチでやんなくてはいいと思うんだけど、まあ、一応配慮としてね、例えばマスクしてない人とかで、まあ、意外と近くをすれ違っちゃったなーって時は、まあ一応モザイク処理はしてるんで。でもまあマスクしてくれよって思うけどね、いろんな意味で。俺なんかこの今チャリこいてるけどね、まずヘルメットかぶって上にカメラつけてサングラスしてマスクやってるからねやべえやつが来たってなってるからね。しかも赤いの着て目立ってんのかなこれ。今通過してるのが湘南新宿ラインと埼京線の線路の踏切で、上走ってるのがこの山手線の鉄橋っていうの。このね道の突き当たりが代々木駅。もう間もなく着くよ代々木駅。商店街みたいなそんな感じになってきたね。まあ原宿から代々木がまあ営業キロ 1.5 キロだからね、長いのか短いのかということで代々木駅に着きました。まあ今日のねゴール付近の地図も載っけてるんで、こんな感じでこんなとこですね。こっち側外側だね、山手線の。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回。